で次、9.2 チャンネルでデータ競合を避けるというところをやっていきます。で、ゴールーチンの間のデータのやり取りを考えていきましょうと。ゴールーチン1と2がですね、メインゴールーチンから立ち上がりますと。そういった際に、このゴールーチン1と2の間のデータのやり取りをどうすればいいんでしょうかという、話です。共有の変数を使ってゴールーチン2で V を100にして、でそれをゴールーチン1で出力する。そういったことができるのかなと、まずは考えると思います。実際、こういうコードを書いて動くかというと動きます。ただ、この書き方はあまりよくありませんと。この変数 V に関しては、ゴール値に起動していようが、同じスコープで、このスコープの中で、参照できるものであったら、このクロージャーは、この V をですね、束縛するので、ここの V は、この外のメイン関数の外のメイン関数の中で定義された変数を参照できます。こちらについてもこの V は参照できますと。ただ、ゴール値はですね、どっちが先に動くか決まっていないので、このゴール値2が先に動くか、ゴール値1が先に動くかわからないですと。処理の順番が保証されていないので、V への書き込みと V の出力、どっちが先になるかわからない競合が発生してしまいます。もっと激しい例を見ていきましょう。片方で n を掛け算していって、片方で n を足し算していく。これは値が、コロコロ変わってしまうので、最終的な結果が全く変わっていきます。このスリープしている時間も変えたりとかすることで、また変わってきたりするので、非常に危ないコードになっています。この実行速度っていうのはですね、そのコンピューターの状態によって変わるので、ちょっと突っかかった間に片方が処理を済ませていたらですね、順番が変わる可能性が十分ありえます。データ競合の解決。問題点としてはですね、どのゴール値が先にアクセスするかわからないという点ですね。そのため、値の変更や参照が競合してしまう点が問題でしたと。解決方法としては、一つの変数には一つのゴール値からアクセスするというルールを作ると良いでしょうと。ただ、そうするとどうやってゴール値の間でデータをやり取りするのかっていうのが難しくなってきます。そこで Go ではチャンネルというデータ形式を、用意していて、チャンネルを使ってゴール値の間を通信でやり取りします。下の Do not communicate by sharing memory instead share memory by communicating と言葉がありますけど、これは、メモリをシェアすることによって、コミュニケーションを取るんじゃなくて、通信によってメモリをシェアしてくださいと、そういった、意味になります。要するにチャンネルを使ってくれということですね。ただ、チャンネルを使いすぎると若干複雑になる傾向があるので、他の言語のマルチスレートプログラミングと同じようにですね、ロックを取ったりとかすることもありますと。ロックを取るにはですね、後ほど説明するシンクパッケージというパッケージを使うことが多いです。チャンネルはこんなイメージですね。ゴール値1と2をつなぐようなパイプのようなデータ形式で、この中にデータを通してあげて、相手方のゴール値に渡すと。で、どうやって渡すかというと、実際コードもこんな感じで書くんですけど、チャンネルにデータを送る際にはチャンネルを書いて、その右に、チャンネル演算の演算子を書いて、この矢印みたいなやつですね。小なり、この矢印みたいなやつですね。左のアロー演算子みたいなやつで、書きますと。で、これはですね、チャンネルに100を送って、で、こっち側、チャンネルの左に、演算子を書くと、チャンネルから取り出すという感じになります。で、チャンネルの特徴としてはですね、
送受信できる型がですね、決まっています。決まっているというか、チャンネルを定義する際に、型を指定します。イントのチャンネルってなると、イント型の値しか送受信できないという形になります。バッファーですね。チャンネルにバッファーを持たせることができます。何も指定しないと、容量0のバッファーになりますけど、初期化時に1とか2とか好きな値を設定できます。で、一番最後のものが重要なものなんですけど、送受信時の処理のブロックですね。送信時にチャンネルのバッファーがいっぱいだとブロック。受信時にチャンネルの中が空っぽだとブロック起きますと。例えば、容量が0のチャンネルの場合は、誰かが受け取ってくれるまでは送信の処理の部分で処理がストップして、逆に誰かが値を送ってくれるまでは受信のところで処理がストップするという形ですね。こんなイメージですね。CH、矢印100と書くとですね、誰かが処理してくれるまでプログラムが次のコードに移りませんと。このチャンネルの送信のコードの次の行のコードが実行されるには、誰かがこのチャンネルからデータを受け取ってくれるコードを実行してくれるしかないですと。逆に、こっちの方が先に動いた場合は、チャンネルからデータを取り出す、処理の次の処理はですね、誰かがチャンネルへデータを送ってくれるまではブロックしますと。このように、送信する際にこの送信の次のコードに移った場合は必ず誰かが自分の送ったデータを受け取っている。または、この次の、処理に移った場合は誰かが必ずデータを送ってきたということが、保証されています。ある意味同期的に処理を行っているという感じですね。で、チャンネルの基本、まずは初期化ですね。初期化はスライスやマップと同じように、メイク関数を使います。メイク関数の第一引数に、作りたいチャンネルの型を書きます。もしバッファーの容量を指定したい場合はですね、第二引数に値を入れてください。第二引数を省略した場合は0を指定した時と同じようになります。送信はチャンネルの横に矢印を書いて、その右側に、第2項として、送る値の式を書きます。逆に受信する場合は、チャンネルの左側に矢印を書いて、式の中で使いますと。それぞれ、式中に使えるので、受信の場合は式中に使えるので、誰かがデータを送ってこないとですね、その式が計算できないので、このチャンネルの受信が行われたらですね、必ず値が何かしら来ているということになります。はい、続いて、先ほどの、V に値を入れてそれを表示するという、ものですけど、こうやって書き直すことができますと。イントをやり取りするチャンネルを作りますと。容量0で作りますと。で、チャンネルについては、チャンネルの送受信は、競合が起きないように、作られているので、送受信については安心して、複数のゴールチンで行うことができます。ただ、チャンネル変数の代入に関しては、競合が起きる可能性があるので、CH にまた別のゴールチンで代入するみたいなことはやらないでください。で、CH にチャンネルが入って、それを、ゴールチン1、2だと参照するだけですね。チャンネルに送信するか、チャンネルから受信するかの、どっちかになりますと。で、ゴールチン1、2、どっちが先に実行されてもですね、必ずゴールチン2では100が送られてきますと。ゴールチン2が先に実行された場合、こっち側が先に実行された場合は、ここで処理がブロックされて、
ゴルチン1が100を送ってくれるまでこのプリント命令は実行されませんと。で、こっちが先に実行されると、この CH にデータが、送られてくるまでは、データを受信してくれるまではずっとここで処理がブロックしてこのゴルチン1は終わらないですと。そんな感じで必ずこの、処理の動機が取れるので、意図した通りの、処理が書くことができますと。はい。で、チャンネルのブロックが発生するという話をしましたけど、じゃあチャンネルが2つあって、2つ、それぞれからデータが送られてくるのを、両方とも受信した場合どうすればいいのか。チャンネル1から受信してチャンネル2から受信するというのを2分書けばいいのか。そうやって書いてしまうとですね、チャンネル1がボトルネックになってしまうとチャンネル2からの受信も遅くなってしまいます。こうするとせっかくゴールーチンで分業したとしてもゴールーチン1の処理の速度にゴールーチン2の処理の速度が、引っ張られてしまいます。こっち側がゆっくり進んでいてもこっち側の処理がヒュンって終わってもここに送る際でこいつがメインゴールチンがチャンネル1からデータを受け取ってくれるのが終わるまでずっとここで待ってることになります。そうすると非常にゴールチンに分けても非常に無駄なので、これをどうすればいいのかと。ここでは、セレクトという、文法があって、こう2つ並べておくと、先に受信した方のデータを使いますよみたいなデータ構文がありますと。それがセレクトですね。なのでこっち側の受信が遅い場合はですね、こっちの受信が先に行われてどんどんこっち側が先に行われて、でこっち側がデータが送られてきたらこっちを実行して、でまたこっちに戻ってこれぐるぐる時間がかかって間にこっちのゴールチン2の処理をぐんぐん回るという形を取ることが可能です。で、セレクトケースはですね、こんな風に書きます。非常にスイッチケースに似ていてですね、ケースのところにチャンネルの受信または送信を書くことができます。この場合だと CH1 から受信した場合にはこっち側、CH2 から受信した場合はこっち側が実行されますと。で、この場合は今デフォルトが書いてないですけど、デフォルトも書くことができてですね、デフォルトが書いてあった場合、このセレクト来た時点でどっちのチャンネルにもデータが送られてきてなかった場合はデフォルトが実行されるということが起きますと。続いてニルチャンネルですね。チャンネルの0値は、ニルですと。で、ニルのチャンネルから受信しようとすると、永遠にブロックすることになります。そのため、ケースのところに、ニルのチャンネルからの受信を書くとですね、このケースは、事実上何も起きない、絶対に実行されない、ケースになりますと。これを使うと、面白いことができてですね、チャンネルを休ませるためですね、しばらくこのチャンネルは、ちょっと休んでてくださいねという時にはニルを一旦入れておいて、で、そのケースごと、なかったことにして、しばらくしたら、チャンネルに元の値を入れ込むことによって復活させるみたいな、そういったこともできます。ファーストクラスオブジェクト。チャンネルは、関数とかイントとか、整数とか、文字列とかと一緒でファーストクラスオブジェクトです。変数へ代入可能で、引数に渡すこともできて戻り値で返せますと。また、ポインターのポイントができたようにチャンネルのチャンネルもできます。でチャンネルのチャンネルを使うパターンとしてはですね、よく聞かれるんですけど、コールバックをお願いするような場合に使いますと。例えば、他のゴールーチンにこのチャンネルを使って値を送り返してほしいみたいなことをチャンネル経由で伝える場合には、そのチャンネルはですね、
チャンネルを送るためのチャンネルになるので、チャンネルのチャンネルになります。で、このチャンネルを使って、戻り値とかによく使っているパッケージとしてタイムパッケージがあります。タイムパッケージの after という、関数を呼び出すとですね、チャンネルが返ってきます。そのチャンネルを、そのチャンネルを受信しておくとですね、一定期間経った後に現在時刻が送られてくるチャンネルになりますと。で、その一定期間っていうのはこの after の引数で渡した時刻タイムディレーション型の時間間隔の値になります。で、このタイムアフターを実行するとチャンネルが返ってきて、それに対してこう矢印を書くとですね、この矢印の後ろの部分がチャンネルになるので、そこから受信するという意味になりますと。つまりは、これ全体では5分間待つという意味になります。で、タイムスリープと違うのはですね、これはセレクトに使えるということですね。なので、例えば、タイムアフターでタイム、で5分後やってきますよと。で、これで5分待つと。セレクトでケースでこう書いて、こんな風に書くとですね、タイムアウトの処理が簡単に書けますと。なんか何かしらこう CH でなんかメイクでちゃんのイントにしておいて Go でファンクでここの中で時間のかかる処理して、CH の方になんか結果を返してあげて、もし5分間経っても、CH からデータが取れなかったらタイムアウトしますよというようなそういった作りになっています。タイムアフターの計測のスタートはですね、そのタイムアフター読み込んだ段階ですね。これが実行された時点ですね。このタイムアフターが呼ばれた段階から5分間ってなってますね。これ今5分渡してますんで。タイムスリープとそこら辺は変わらないですね。はい。で、チャンネルを引数や戻り値にするという話ですと。メイクチャンネル、メイク CH は、チャンネルを戻り値として返してますし、レシーブチャンネルは、チャンネルを引数として使っています。こんな感じでチャンネルを、引数とか、戻り値に使うことが可能です。で、ただ、基本的にチャンネルはですね、双方向なので、受信も送信も行います。なので、受信って言ってるのにうっかり送信したりとかすることもできますと。この例だと、レシーブって言ってるのに、間違って、200を送信しちゃってますね。これは間違ってというか明らかにわざとやってますけど、間違った使い方ができますと。なので、受信専用チャンネル、送信専用チャンネルといったものがあります。ちゃんというキーワードの前にですね、矢印を書く。または、後ろに矢印を書くと、前に書いた場合は受信専用、後ろに書いた場合は送信専用のチャンネルになります。受信専用のチャンネルから受信専用のチャンネルへ送信しようとした場合はコンパイルエラーになりますし、送信専用のチャンネルから受信しようとした場合は、同じくコンパイルエラーになります。受信、この単方向チャンネル、双方向チャンネルから単方向チャンネルのキャストはですね、あまり、
こんな感じに、ここレシーブチャンネルですね。レシーブチャンネルのこの CH っていうのをこの双方向チャンネルを作ってますよね。この双方向チャンネルをそのまんま、渡すことができます。わざわざキャストする必要はないです。双方向チャンネルから単方向チャンネルのキャストは、明示的にやる必要がありません。コンカレンシーの実現ですね。複数のゴールーチンで分業します。で、タスクの種類によってゴールーチンを作って、コンカレンシーを実現していきますと。で、チャンネルでやり取りを行って、ゴールチンの間は、チャンネルで値を共有しますと。複雑すぎる場合はロックを使うこともありますと。最後のフォーセレクトパターンというのは、ゴールチンごとに無限ループを作って、メインゴールチンはセレクトで結果を受信するみたいなパターンがありますと。こういった感じですね。2つゴールチン立ち上げて、ここの中でぐるぐるこう処理を行って、結果をこう適宜メインゴールチンに、渡すという形をとりますと。で、これの注意点はですね、リークを起こしてしまう可能性があるという点ですね。ゴールチェーンリークを起こしてしまうと。コマンドラインツールとかの場合はメインゴールチェーンが死ねばですね、全部、終了するんですけど、サーバーとか常駐するようなものに関してはですね、リクエストが来てゴールチェーンが立ち上がる。だけどそのゴールチェーンが終了しないみたいな形になるとどんどんゴールチェーンが、いっぱいできてですね、ゴールチェーンは多少メモリを食うので、メモリがどんどん消費されて最終的にはメモリリークになって、メモリが足りなくて落ちるみたいなことになり得ます。なので、ゴールチェーンリークはかなり気をつけた方が良いでしょうと。ちょっと、ゴールチンリークの例をちょっと見てみましょうかね。この Go トレースというもの。このゴールチンの可視化を行う、ものなんですけど、チャンネルで送ったデータがビヨーって出てくる。で、この中に、リークの例もあってですね、これですね。これ、ゴール値のリークが起きた場合は、こんな感じでガーッとゴール値が生成されて、青い棒がゴール値なので、溢れていくという感じですね。はい、じゃあちょっと質問を受けていきましょう。複数のチャンネルをセレクトで待つ場合、先に来た方のみを処理して、後に来るはずだったゴール値はどうやってキャンセルすればいいのですか？これは非常に良い質問ですね。通常は、コンテキストというものを使って、送ってきた側の方のゴール値にも、これキャンセルされましたんでよろしくお願いしますみたいな形で、伝えることが多いです。で、コンテキストについてはですね、後でまた説明しようかなと思います。